こんにちは。今日はトップダウンのセーターを作っていきます。襟ぐりからぐるぐると編んでいくので着心地が楽です。少し落ち着いた色の軽い糸を使って編んでいきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用するのはセリアさんのニュアンスモヘア。カラーナンバーは3番。アクリル 100%。使用界隈の目安は4から6。これを今回2本一緒にして編んでいきます。針は 7mm を使います。あとはマーカーととじ針を使います。この糸は2本一緒の状態でこんな感じ。太さは 2.5mm ぐらい。この糸を使って編んでいきます。作り方を説明します。まず、鎖を編みます。この鎖の長さは作りたい袖ぐりの長さまで。私は今回、鎖を80センチ。80センチはだいぶ広めの襟ぐりになります。この鎖はどんな数でも大丈夫なので、お好みの長さにします。一番狭いタイプで頭が通るぐらい。大体無難なサイズは70センチぐらい。私は少し広めにして80センチぐらい。これは鎖を編んでみて、実際に首に巻いてみて、で好きな長さにします。これをだいたい3対2の長方形にします。この角の4点にマーカーをつけます。ここからぐるぐると編んで、この部分を広くします。そうするとヨークの形になります。まず、好みの長さになるまで鎖を編んでいきます。2本の糸を一緒にして鎖を編んでいきます。この最初の糸端は20センチぐらい残して、途中からスタートします。この鎖はゆったりではなくて、普通ぐらいで編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はこれで長さ80センチ。鎖の数は92。これはこの段階で92ですが、次に細編みをするので、細編みを編んでからもう一度襟元に当ててみて、好みの長さに調節します。これを輪にする前に一段だけ細編みをしていきます。普通の細編み。細編みをするので、鎖一つ。一つ戻って二つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、これが一つ目の細編み。後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。次も細編み。全部一つに一つの細編みをしていきます。次もこのまま端まで一つに一つの細編みをしていきます。細編みを1段編んできました。鎖が残っていても
十分な長さになったらそこでストップします。私は実際に首元に当ててみて長さを少し変えました。これで長さは75センチ。鎖の数は84。この長さでしてみようかと思います。細編みが終わったら、次は4点にマーカーをつけます。こんな感じで4点にマーカーをつけます。これは最初に3対2の長方形を作ります。この最後の細編みがこの位置。大体で3対2の長方形を作って、大体で仮にマーカーをつけます。マーカーをつけてから、こっちが背中、こっちが前、ここは肩。背中の分の細編みを少し前に移動させます。そうすると台形が出来上がります。で、4点にマーカーをつけます。これは細編みの数を数えて、で、肩は同じ細編みの数、前は後ろよりも少し広くします。元は3対2の長方形。そこから少し数を変えて、緩やかな台形にします。細編みの数を数えていきます。まずこの一つ目。これは一つ目の角。ここから好みの数。3対2の2つ分。これは細編みの数を数えて同じ数になるようにします。4点にマーカーをつけました。今、細編みは表になっています。長い糸はこの位置。ここに糸が出ていて、こういう感じになっています。これは最初の細編み。これが最後の細編み。表を上にして、次は数を数えます。この部分が同じ数。こっちが前で少し広くして、こっちは背中。大体でこんな感じでマーカーをつけます。これはマーカーとマーカーの間。このマーカーの次から数えます。1、2、3、4、5と数えて、これが15番目。次もマーカーとマーカーの間。ここから数えて、1、2、3、4、5。で、これが28。こことここは同じ細編みの数。で、またぐるっと編んで、で、これが最後の細編み。で、次はこれを輪にします。ここをつないで輪にします。これが最後の細編み。これが最初の細編み。で、ねじれていないか確かめます。で、最初の細編みの上の部分、この2本の糸の下で引き抜きます。引き抜いて、もう一度引き抜いて、これでつながりました。今、この細編みの上の方がつながって下は開いている状態。後でこの部分を針で始末します。次は長編みをしていきます。
鎖を3つ。1、2、3。根元に長編み。これで一つに鎖と長編み一つ。次から一つに一つずつ長編みをしていきます。このままマーカーの手前まで長編みをしていきます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところには長編み3つ。まず1つ目。次は2つ目。3つ目。これで角ができました。3つの真ん中にマーカー。次からまた1つに1つずつ。このまま次のマーカーのところ。ここでも長編み3つ。次のマーカーのところも長編み3つ。このままスタートしたところまで編んでいきます。一周編んできました。この糸端が出ているところにも長編み。最後は鎖の出ているところ。ここに長編み1つ。鎖の下から3つ目。上が2本で下は1本。ここに引き抜いて、これでここにも角ができました。次も長編み。まず鎖3つ。1、2、3。根元に長編み。次から一つに一つずつ。まず次のマーカーのところまで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。またマーカーのところには長編み3つ。まず1つ目、2つ目、3つ目で、真ん中。次からまた1つずつ。で、次のマーカーのところも同じ。マーカーのところに3つ。また3つ。で、スタートしたところまで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきました。下の鎖のすぐ隣。この長編みにも長編み。最後は鎖の入っているところ。同じところに長編み。最初の鎖の下から3つ目。引き抜きます。これでここにも角ができました。次も全く同じです。鎖3つ。同じところに長編み。
次から一つに一つずつ。で、マーカーのところでは長編み3つ。またマーカーのところでは3つ。ここも3つ。これで1周して、さっきと同じ。下の鎖のすぐ隣にも長編み。最後は鎖の入っているところで引き抜いてつなぎます。これを繰り返します。この最初に編んだ鎖、これを針で始末します。余分な鎖をほどいておきます。余分な鎖をほどきました。今、糸端は少し長めに残っています。でこっちも鎖、こっちも鎖。これをつながるようにしたいと思います。こっちの鎖の下。で、こっちの鎖の2本の糸の下。これで整えて、で、あとは裏で隠します。こっちが裏なので、こっちに出して糸端を隠します。こんな感じになりました。また続けてヨークを編んでいきます。ヨークを編んできました。長さは20センチ。最初の細編みも含めて数えて11周編んでいます。で、途中のこの糸は切らずに休めています。で、この広い方が前。念のため一応マーカーをつけておきます。つけなくても大丈夫です。で、この長さはこの襟縫いの広さとか体型によってだいぶ変わってくるので、実際に頭を通してみて、肩に当ててみて、で、このマーカーのところ、脇の下でこのマーカーをくっつけてみます。で、この部分が袖ぐりになります。このくっつけるところ、これが接するぐらいが無難な長さだと思います。これが少し離れると、ちょっとフィットした感じ。で、大きく重なると、全体的にゆったりとした形になります。ゆったりと着たいときには、ここを長めにします。私は、ちょっとだけ届かないぐらい、ここよりも少し短くして作っていこうかと思っています。次はここに鎖を編んでつなぎます。で、ここから編んできました。上下を戻します。で、今マーカーをつけています。ここにもブルー、こっちにもブルーで、こことここをつなぎます。ここが胸で、ここは肩、こっちは背中、
こっちとこっちをつなぎます。こっちとこっちをつなぎます。で、わかりやすいようにこちら側を違う色にしておきます。この3つの真ん中、こっちは今糸が出ているところ、この鎖3つ、ここに引き抜いたところ、でそれぞれを鎖でつなぎます。どちらから編んでも大丈夫です。白と白をつなぎます。今糸が出ているところ、ここにマーカーがついています。ここからスタートします。この糸は休めておいて、新しい糸、この糸端は15センチぐらい残しておきます。ここからスタートします。糸を引き出して、これを結んでおきます。でもう一度同じところ、鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4。で、次は、ここをたどって、次のマーカー、こことここをつなぎます。次のマーカーの表から引き抜いて、これでつながりました。もう一回鎖一つを編むようにして、この糸端も15センチぐらい残して切ります。これで袖ぐりができました。もう片方も同じ。次はブルーのマーカーのところ、こことここをつなぎます。新しい糸、鎖4つ、1、2、3、4で、ここをたどって次のマーカーで表から針を入れます。引き抜いて鎖1つで15センチ、これでつながりました。で次はこの胴体の部分、ここを続けて編んでいきます。こちら側は白いマーカーがついていた方、休めていた糸を使って続けて編んでいきます。この長い糸を使って編んでいきます。鎖3、1、2、3。次は鎖。ここには鎖が4つ。1、2、3、4。それぞれに長編み。で、この時、上が2本で、下は1本。
この位置に針を入れて、次はここ。これが2つ目。次は3つ目。4つ目。これで長編み4つ。次からこちら側、まずこの鎖を編んだところ、ここに長編み1つ。この長い糸端は休めておきます。残しておいて、でこの鎖の出ているところ、次はここ。このまま一つに一つの長編みをしていきます。ずっと長編みを続けて、こっちは反対側の鎖4つ。こう編んで、この鎖の出ているところ、ここに長編み。次は鎖。1、2、3、4。で、次はこの鎖の出ているところ。3つの真ん中。鎖が出ています。ここに長編み。次はここに長編み。ここと編んでいきます。で、くるっと編んで、スタートしたところまで戻ってきます。1周編んできました。最初の鎖の下から3つ目、引き抜きます。次も同じ。1、2、3。隣に長編み。次も全部一つに一つの長編みをしていきます。で、一周したらまた鎖の下から3つ目。ここに引き抜いて、また鎖3つ。これを繰り返して好みの長さまで編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。その長さは好みよりも2、3センチ短くします。このまましばらく編んでいきます。今、胴体部分を編んでいる途中なんですが、ここで一旦袖を説明します。左右どちら側から編んでも大丈夫です。今、表が上になっています。ここは袖ぐり。ここは脇の下に当たるところ。ここには長編みが4つ。この右から1、2、2つ目からスタートします。で、新しい糸。で、同じところ。鎖2つ。1、2。隣に未完成の長編み。未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて、2本から引き抜きます。これで鎖2つと未完成の長編み。
一度に引き抜いて三角ができました。で、今引き抜いた糸にマーカーをつけます。この針のすぐ下、で次も未完成の長編み、次はこの角の手前、こことここに未完成の長編み、ここは長編み3つの端の長編み、まずここ、糸を出して2本、次はここ3つの端2本、これで未完成の長編み2つ、一度に引き抜いてまた三角ができました。次からは全部一つに一つずつ普通の長編みをしていきます。このまま一周してここぐらいまで編んでいきます。袖を一周編んできました。今足元を見ると、ここに普通の長編み、ここは角で、ここは最後の長編み。まずこの角の手前、ここには普通の長編み、で次は角、ここに未完成の長編み、その次のここにも、この鎖の手前にも未完成の長編み、こことここを一つにします。未完成の長編み、次はここ鎖の手前、未完成の長編み2つを一度に引き抜きます。これで三角、最初の鎖2つ、このマーカーをつけたところ、ここに引き抜きます。これが袖の1周目。次は2周目。2周目からはずっと一つに一つの長編み。まず鎖3つ。1、2、3。隣に長編み。次も全部一つに一つの長編み。これで1周します。1周目は鎖2つ。ここからは全部鎖3つ。これでしばらく編んでいきます。作りたい長さの2、3センチ短い長さまで編んでいきます。で、袖と胴体部分を編みました。この長さは脇の下から測って30センチ、16周編んでいます。この胴体部分は脇の下から測って21センチ、10周編んでいます。で、糸は切らずに休めています。次は縁を編んでいきます。裾と袖と、あと襟ぐり。まずこの裾から編んでいきます。裾に縁を編んでいきます。残していた糸を使って続けて編んでいきます。まず大きな鎖1つ、下の鎖、この鎖3つ、この後ろを通って長編みをします。
まず絡めて鎖の後ろ、糸を出して長編みをします。2本ずつ引き抜いていきます。もう一度引き抜いて、これで下から糸を引き上げた長編み1つ、これが1つ目。この針のすぐ下にマーカーをつけておきます。次も下の長編みから糸を引き上げます。で、今度はこうではなくて、裏から針を回して、ここから糸を引き上げます。これを長編みでします。絡めて後ろ、長編み、これで前に突き出した長編み1つ、後ろに引っ込んだ長編み1つ、これを交互に編んでいきます。絡めて長編み、次は後ろから絡めて長編み、これをずっと繰り返して一周します。これで一周します。で、最後がこの引っ込んでいる長編み、これになるとちょうどいいんですが、もしならなかったらここぐらいで調整します。一周編んできました。今前から針を入れた長編み、次は後ろから、次は前、順番になって終わります。もしここの数が合わなかったら2本を一緒にして、で糸を引き上げて長編みをします。そうすると揃っていきます。最初のマーカー、ここに引き抜きます。次も同じ、大きな鎖1つで下の長編み、ここに針を入れて糸を引き出します。ここではなくてここで長編みをします。絡めて次は裏から下と同じように編んでいきます。次は前から、ここにマーカーをつけておきます。鎖を編んだ上のところ、これで一周します。
一周編んでスタート地点まで戻ってきました。マーカーのついているところに引き抜いて、鎖一つを編むようにして糸を切ります。針で糸端を隠します。裏に出して、これで裾が終わりました。次は袖を編んでいきます。袖はこんな感じで丸く編んでいきます。ここまで編んできました。次はこれを少し狭くするために三角を編んでいきます。で、残していた糸を使って編んでいきます。で、まず鎖2つ、1、2、隣に未完成の長編み絡めて、これを一度に引き抜いて三角ができました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。また三角を作ります。こことここに未完成の長編み、ここにもこれで未完成の長編み2つ、一度に引き抜いて三角ができました。で、次も同じ、ここからずっと三角を作っていきます。引き抜いて三角、次も同じ、こことここで三角、これで一周します。一周編んできました。これが最初の三角。今足元を見ると、私の場合は長編み1つ、ここでも三角を作りたいので、ここに未完成の長編み、ここにも未完成の長編みで三角を作ろうと思います。これは適当に調整します。これで三角、マーカーのところに引き抜きます。つながりました。次はこの裾のところのこの部分、下から糸を引き上げます。鎖1つ、大きな鎖1つで、下のこの三角、この後ろに針を入れて長編みをします。こんな形になります。で、次は裏からで長編み、
次また前から後ろ、こんな感じになります。次は前、これを繰り返して一周します。一周編んできました。最後三角が2つ、最後裏からこのへこんだ長編みにしたいので、この三角を一度にすくって長編みをします。裏からこの2つを一度にで糸を出して長編み、これで表裏表裏となりました。もしちょうどよく数が揃っていたら大丈夫です。もし合っていない時には適当に調節します。マーカーのところに引き抜きます。最後は裾のこの部分と同じ鎖一つで、下のこの長編み、次は裏から下と凹凸が揃うように編んで一周します。一周編んできました。マーカーのところに引き抜きます。鎖一つとで、あとはさっきと同じように針で隠します。最後は襟ぐりで、ここから長編みをぐるぐると編んでいきました。ここは鎖3つあるところ、この近くから始めます。この角になっているここぐらい、ここが3つになっていて、その隣からここには細編みがあって、その下に長編み、こう長編みの後ろに針を入れて、さっきと同じようにここぐらいからスタートします。糸を出すのはここから出そうと思います。鎖一つで、下の長編み、これが1つ目。次は裏から次また前からこのまま角まで編んでいきます。
次の角まで来ました。角には長編み3つ、ここに3つ、この真ん中にだけ長編みをします。今前に出ている長編み、次は裏からで長編みをします。ここは編まないで、ここだけ。で次はここは編まないで、次でまた今までと同じように編んでいきます。交互に編んでいって、次の角、ここにも長編みが3つ、この真ん中にだけ長編みをします。表でも裏でも大丈夫です。次も同じ3つのうちの真ん中だけ、これで1周します。えりぐりを1周してきました。マーカーのところに引き抜きます。で鎖1つを編むようにして、あとは針で糸端を隠します。それとこの脇の下を編んだ時の糸端、この糸は脇の下をつないだ時の糸端、この糸端を使って、もしこんなところが目立つようであれば、この糸を使って整えます。そうするとしっかりとします。目立たなかったらそのままで大丈夫です。他の糸端も始末します。これで出来上がりました。縁編みの可愛いセーターになりました。えりぐり広めでとても可愛い形になっています。サイズを測りました。サイズはえりぐりから42センチ、袖は56センチ、袖の幅は18センチ、えりぐりは80センチ、横幅52センチ、使った糸の重さは 270g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。